チェンバーボーン。アップデート7。遠くの水源にあるクレーターをせき止めて見事中央の湖を潤すことに成功した我らがビーバー。ビーバーよ、梅よ増やせよ地に道よ、一気に増殖し大地に繁栄をもたらすのだー。お水混じりだばー。握手を明けからスタートだぜ。ちまちまやってる中央クレーターこの底下げ工事の進捗はご覧の通り。爆薬作って即設置。増やした工場も稼働してるけどなかなか進まぬ。動力もちと足りてないな。ボット関連の施設とかもまだ途中。資材足りずの上建設依頼出しすぎで、作業が滞っちゃってるぜ。設置全部は終わらなかったけど、干ばつが来る前に貯水したいので一部工事中止。明日爆破するからビーバーたちは立ち入り禁止だ。はっぴゃー。がっつり葉っぱで底面が綺麗になり、これで畑もそう簡単にはカッサカサにはならないぜ。はい、無職がいたので運搬イン増員。仕事の優先度を一番下にして、余ってるやつを自動でねじ込むいつものあれ。で一瞬水切れしてた水耕栽培園をチェックしてたら干ばつ15日の始まり。まあ余裕だな。怪我しやすいけど暇ビーバーのために、新たな職場土砂採掘機を建設開始。だがこれ加工された板が100枚必要。現在在庫ゼロだから時間かかりそうだ。シャフトつなぐ際にいい隙間あったので動力必要なコーヒー焙煎所もホイット。これも加工された板使うからすぐには立たんぜ。発酵所も動力使うし一緒にここに建てましょ。今は1軒しかない。レシピ切り替えての生産調整は面倒だから増築だ。近場に大きな倉庫もホイホイホイ。板の在庫3枚しかねえぞ。1軒建てるのに80枚必要だぞ。そのうち立つよ。適当だな。発酵所も増えるので作物の作付け見直し。飢饉の際にビビってコールラビ植えまくってただいま過剰生産状態。キャッサバとかに適宜植え替え。コーヒーも栽培してないので植林した多くのエリアを減らしコーヒーの木に植え替え。コーヒーは木の実だから採集者が収穫する感じかな。搾油機が完成して菜種油の製造を開始。ボットで使う予定のグリスも作りたいが、グリス工場の建設に必要な加工された板がない。っていうか加工する板がないし。おい。まあ急ぐ事柄でもないし、ちまちま爆破でもしてのんびり待つよ。さいですか。板1枚だけでできるシャワーをマシマシ。原料不足で苦しんではいるが丸太はあるからこれくらいなら作れるか？シャワーが完成したのでプールも増築。いやそれは板30枚いるぞ。てかバグで置けなかったからやめ。まあ板足りてねえしまた後で建てろよ。よし、エクササイズプラザも建設開始だー。何がよしだよ。板在庫1枚しかねえのに無駄に足場まで作る気か。ビーバーたちには湖畔の上で優雅にエクササイズしてほしいのよ。こんなにデコりやがって、在庫管理すんの放棄してやがるな。大丈夫大丈夫いつかできるから。思考放棄のビーバーの板の在庫ないけど工場動かして加工された板も作らせよう。無茶ぶり。動力も足らないか。じゃナンバークランチャーさんを一気止めましょ。原料も足らんが動力も足らない悲しみ。そしてリアルでコーヒー休憩して戻ってきたところ、未だ板の在庫ゼロ。ビーバーたちがせっせとコーヒー育ててるのに気軽に飲んでんじゃねえよ。板の在庫がない？なら最初に使ってた回し車式の製材所を再稼働すればいいだけじゃないの。おい。あと歯車在庫多いから一旦停止、原料で板を使いすぎ。コーヒーで糖分の補給がされたビーバー脳が的確な生産調整の指示を始めた。もっと生産で使うし一応回し車のところで歯車も作ろうかな。工場区のエンジンの動力使うよりか、ビーバーで動かした方が今はいいかもしれんな。はっぱー。ちょびっと整地。ビーバー増加で食料危機になったら困るので、倉庫を大きくしときましょ。なんだかんだでビーバー110匹まで増えております。時間かかったけどグリス工場稼働開始。これでボット関連が一通り揃ったぜ。いのーちの水。命の水が干ばつ15日の終了をお伝えしました。コーヒーの実が大豊作。見事に成長したな。てか収穫しないのか？既存の採集者の範囲外であったか。悲しい無計画なビーバー脳。さあボット関連が全て揃った。工場稼働だー。危険な作業ともこれでおさらば。って動力繋がってねー。稼働中止だー。いちいち叫ぶなうるせえだろ。ここのシャフト横 L 字を縦 L 字と間違えてたか。今回は資源管理や建築にミスがやたら多いな。さあ声援。気がついたら22匹もホームレスになってたけん。ビーバーたちの増殖速度にビーバー脳が追いつけてないぜ。これで48匹住めるから当分平気かな？アップでのパッチが当たりバグが解消されたのでスイミングプールを増築。
即日修正パッチ出してくれた優秀な開発者様に感謝を。新築の前にいい感じのスポットがあったのでこちらにシャワーを建設。ホームレス生活で汚れた体もこれでスッキリ。お、私の顔を尻尾に刻んでるビーバー発見。あれ？左手なんか包帯ぐるぐる巻き、サイコガン手術の途中かな？んなわけあるか医療ベッドが足りてねえんだよ。てなわけでがっつり医療ベッドを追加してたら干ばつ警告。毛がビーバーいっぱい出てるし、早いとこボットに切り替えてやりてえな。へい医療ベッド一丁お待ち。私推しビーバー、安静にしてしっかり直すんだぞ。はっぱー。がっつり爆破で結構湖の水深が深くなったぜ。これで次の干ばつも楽勝かな？シャフトの再工事が終わったボット工場は、組み立て部品の製造が完了。ついに組み立て工場を稼働だー。オラたちの村がロボの時代に。危な、ボットが補給する補給ステーションの存在忘れてた。事前に気づいてた君は名探偵だ。アイアンティスのボットは充電式。これどれくらい使うのかいまいち思い出せず、適当にボット工場の上にも設置。おっと干ばつ18日だ。少しずつ日数が伸びてきてるぜ。貯水量はこんな感じ。十分ありそうだけど吐き出し口よりも深くて放水できない部分もあったりします。回収したいけど遠い。貯水ダムの吐き出し口をここまで下げるかね。逆に貯水ダムの底を埋めるでもいいけどな。大掛かりになりそうだから棚上げで。まずは生産量を上げるため、川の対岸側も多くを植林しましょ。相変わらず板の在庫がほぼ空なので原料の丸太を増やす作戦。おっとボットが完成してる。でもなんか寂しそうな背中してるぞ。燃料切れとる。働く前からもう限界。板が足りなくて補給ステーションがまだできてなんだ。そしてサクッと最後の仕上げ。あ、シャフト繋がってない。安定のやらかし。さあシャフトが繋がったぞ。思う存分充電するといい。世紀末モヒカンボットビーバーよ。その力でビーバーたちに繁栄をもたらすのだ。取り巻いた不足が辛いので24時間稼働で製材所で働いてくれ。これで板不足が解消されるといいな。おいっちにー、おいっちにー。うえー。エクササイズプラザが完成。私推しのビーバーもお尻フリフリしております。そいつ子供に混じって遊んでるニートビーバーだったりするけん。あやや職場用意してあげなきゃ。でも危ない職場を順次ボットと入れ替え。ニートが増えるね。やったね。食品工場レシピの切り替えが面倒だから増築してビーバーの職場にしたいけど動力が辛い。動力不足が当面の問題。夜な夜なエクササイズする健康的なビーバー。昼間も肉体労働してるだろうに、ほんと体動かすのが好きな奴らだぜ。綺麗だったので夜景を鑑賞。すべての窓から明かりが漏れる、順調にビーバーの数が増えております。そうだ、増えたビーバーに板作らせればいいじゃん。工業区から切り離された場所に作れば、生産管理がだいぶ楽になるな。動力もビーバーだけでなんとかなるしね。尻尾のスタンプもだいぶ普及してまいりました。股間を隠すのに使われるのはちょっと恥ずかしいぜ。普通に座ってるだけでしょ。アヘ顔さらしてるマリサの方が恥ずかしいよ。そのスタンプ押す奴がついに現れちまったか。彼は一生アヘ顔を背負って生きていきます。なんかすみません。丸太の在庫が減少傾向だったので焦りながら丘の上にも植林。でもそこ長期干ばつになると水枯れちまうぞ。木が枯れなければギリ OK。あへー。アヘ顔ビーバーが一生懸命に回し車を動かし、製材所が稼働開始。ガンガー。ボットをブーストする制御タワー、化学ポイントをもりもり消費するので一時停止しておりました。グリスでブースト1なら、作業速度 110% の移動速度プラス 60%。ちょろっとお試しでタワー稼働してみよっと。結果作業速度 170% の移動速度プラス 80%。幸福度35のビーバーが140の40、ブースト1じゃボットの負けだけど2ならボットの勝ちだね。ビーバーの幸福度が高いと作業早くなるからさほど差はないようだな。ボットの数も着実に増えてきたので、遠心分離機の業務をボットと交代。ここは怪我しやすいからボットになって一安心。丸太の在庫がなくなり、少しでも植林しようと丘を削ってるのず。製材所のビーバーに全部丸太持ってかれたか。遠くにあったスクラップの遺跡が枯渇。丸太といいスクラップといいこの地は資源の管理が難しいぜ。なんとかスクラップを手に入れねば。てなわけで山の上の甘露プロジェクト、再開じゃー。ついにアイアンティスの高速移動手段、甘露の開発だぜ。まずは甘露を建設するための道を敷設するぞー。さてボット増えたから組み立てもボットに。化学ポイントが不足しています。動力不足でナンバークランチャーさん一気停止してるし仕方ねえよ。制御タワーも止めとこ。
アイアンのボットは癖が強め。そして夜が明け管路の設計が完了。山を登るだけの簡単な設計になったな。現在の村を再開発したいけど全体案がまとまってなくってね。ですか。公領区の動力確保のため、ボットの製材所を停止。丸太の在庫がなくなりかけてるし、エンジンもこのまま止まるかもしれんぞ。今度は汚水の在庫が切れた。もう各所で問題起きまくりだな。干ばつで汚水も干上がっちゃったか。ピンチはチャンス、乾いてるうちに爆薬を設置して、一番下まで汚水を汲めるように工事するぞー。干ばつは残り3日、急いで工事だ。ボット工場は公領区とは動力を分けてたんだけど、微妙に足りないことが発覚して回し車を導入。公領区も時同じくして回し車を増築、そう、増えたビーバーを動力にする計画である。はっはー。爆薬は在庫あったから意外とサクッと設置終わってよかったぜ。ついでに少し整備しましょ。バグで建てれなかった当初の建設予定地に建て替え見た目すっきり。どんどんだったどんどどんだった。ブイー。ボットを作るために手動で動力を生み出すビーバー。ボットのある便利な生活のはずがどうしてこうなった？へえ、回し車マシマシお待ち。これはちょっとしたデストピア感が出てまいりました。などとやってたら管路が結構できてました。なんかすごい速さで光みたいのが流れてるぞ。建設途中でも移動できる模様。先端部分まで移動して資材を運んでるのかな？姿こそ見えないがちゃんと運べてるようだ。いのー、ちの水。いろいろと苦戦はしてるが無事干ばつは乗り切れたぜ。では管路の工事が始まったところだけど干ばつも終わったし最後に街の様子を見て締めましょ。整理建設中の管路。通常移動の3倍の速さ。これをうまく使って効率良い再開発したいねだな。若干うまく扱えていないボットの制作風景。うまく扱えてないんか？動力不足で職場が用意できず、野良ボットが畑を荒らしております。世紀末モヒカンボット、やることなくてうろうろしとる。コーヒー栽培地と追加した医療ベッド。ボットのおかげで一応毛がビーバーは減っております。丸太の在庫全部板にしちゃった。停止中のビーバー動力製材所。板は増えたが丸太が消えた。そしてビーバーも消えた。職場を解雇された奴はエクササイズ広場で子供の人気者だよ。無職になっても絶好調。我らのスタンプを押す子ビーバー。私のアヘ顔いつになったら撤去するん？未来永劫受け継がれます。マジか。てかビーバーとボットが増えるの早すぎで無職が溢れてるからなんとかしなきゃ。工場作りたいけど動力不足だし難儀だな。じゃこんな感じで色々と問題を抱えつつも今回はここまで。妙案ありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。意外と苦戦しております。ここからなんとか持ち直すか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。